みんな元気ですか？コッヒーです。小比類巻かほるのラジオ第11回目の配信です。この番組は1曲をピックアップして今私の中でアップデートされていることをお話しさせていただく YouTube ミュージックのポッドキャスト向けラジオです。約10分間お付き合いください。コッヒーラディオ、今日は六本木の街にまつわるお話です。まずは皆さんからのメッセージをご紹介いたします。アゲインさんから、六本木といえばやはり STB139 を思い出します。コッヒーのライブをはじめいろいろな音楽を楽しませていただきました。歌声だけで感動していた自分を思い出しました。はい、そうですね。 STB スイートベイジルライブハウスがあったところですね。すごく思い出がたくさんあります。いい箱でした。サチさん、コーヒーこんばんは。こんばんは。六本木ディスコビル、スクエアビル、ロアビルもろもろが立ち並び、たまに終電逃しタクシー捕まらずで歩いて目黒まで帰るをやっていました。あの頃の若く恐れを知らなかった自分が思い出されます。コッヒーは六本木の思い出何かありますか？そうですね。次回そのソニースタジオのお話をたくさんさせていただきたいなと思っております。ありがとうございます。さつきさん、すごいですね。輝いてる時代って感じ。ディスコとか私全然行ったことがなくて、先月思い切ってディスコマハラジャに行ってみました。なるほど、すごいですね。マロンパパさん、いつも YouTube プレミア公開楽しみにしています。ありがとうございます。サチさんのディスコのお話の書き込みを見て、そういえば大学卒業の時の謝恩会が全日空ホテルで行われて、その後友達と六本木のディスコに行ったなということを忘れていた記憶がよみがえりました。ディスコね、行ったことないな。私以前京都のテレビ局で中川勝彦さんとパーソナリティをした音楽番組がありまして、収録がディスコを借りていたのを覚えております。黄金のインテリアっていうんでしょうかね。すごく落ち着かないなと思っておりましたよ。もう一つメッセージ、太子さんから、六本木にあったスタジオやブックショップの話をしていただけるそうですね。コッヒーがどのブックショップに行かれたのか、コッヒーが歩かれた風景、ビーブリーストリートに続く六本木ストリートのお話も楽しみにしております。ありがとうございます。私が通っていたブックショップは深夜もオープンしていた青山ブックセンター六本木店でした。写真やデザイン、建築、美術関連の本がたくさんあって、毎度1時間は入り浸っておりました。階段を上って一番奥の棚に刺繍があって、棚のてっぺんの届きそうで届かない位置にある本を内心今の私のようだと感じたりもしました。その頃は何かに追われているかのような焦燥感があったのでしょうね。今では閉店後別の本屋さんになっているのですが、お店の外観は思い出と変わらないような気がします。たくさんリクエストいただいてます。冬ということでこの曲をお聴きください。小比類巻かほるでオリオンのように。長い坂道を駆け上ったら、街明かり二人の下で揺れる。空を見上げたの涙あふれて、もう最初には戻れないね Forever。 優しさだけでも全てを兼ねてくれた、あの頃の重さこんなに迷うなんて。あなたと寄り添った季節、通り過ぎて小さくなる、忘れられない景
場所なのに今は違うね叶わない願いが悲しいね誰もいないから抱きしめたから白い息がすると暖かかったあの日お聴きいただいているのは小比類巻薫でオリオンのように、なるさんからメッセージ。コッヒーさんが7年間で最も重要な時期を過ごされたというインディーズストーリー、六本木の近くだったのではないかと思いますが、いつかお聞きできる日が来るといいなと思います。陽子さんからもいただいてます。コッヒーが書かれた小説の後書きが浮かびました。初めて書いたこの私の小説は、そんなたくさんのストリートの風景を描いたものと言えるかもしれない。それでも小説に描かなかったストリートもある。オフィスとパーソナルスタジオのある通りだ。取材やミーティングのある朝にはこのストリートをいつも使ってオフィスにたどり着く。もう7年間も同じ道順だ。いつかこのストリートの話ができる日が来るといいと思う。コッヒーの思いを感じさせていただきながら、私たちも場所は違えどさまざまなストリートを歩んできました。差し支えなければこの話の続きをお聞かせくださればと思います。ありがとうございます。セントエルモスバーインディーズがあったこの場所は、西麻布の交差点を青山方面に行った路地にひっそりと存在いたしました。オーナーのリサさんはとってもおおらかで、日々苦しい状況下の私たちを包み込んでくれる存在でした。オフィスが近いこともあり、私は毎日こちらでまかないをいただいておりました。ある日、六本木ウェーブのセリックスタジオでレコーディングしていた頃、隣のスタジオでは尾崎豊さんが1ヶ月間ロックアウトしていて、漏れ出る音が本当に心地よくて、その歌がですね、愛がしらけてしまわぬようにとスタジオのドアが開くたびにロビーに響いておりました。このフロアには2つのスタジオしかなくて、食事は共有スペースのロビーでとなります。おのずと2つのスタジオのアーティストが夕食時に顔を合わせますので、一緒に話しながら出前を食します。この間は名古屋のコンサートにわざわざ見に来ていただきありがとうございました。コッヒーはパワフルだね。感動したよ。また行っていい？もちろん、いつでも来てください。今日は何時にスタジオを出るの？この後飲みに行かない？ OK ですよ。ではインディーズでいかがですか？いいね。初めてだけどコッヒーがいるから安心だね。そんな会話をして私たちはインディーズへタクシーで向かった。このバーインディーズは一元さんお断りのバーで、ミュージシャンたちが集う場所として隠れ家的な存在であった。リサさん、こんばんは。あ、みんな来てたんだ。と偶然にも尾崎さんの友人たちが2人グラスを傾けていて、私たちは合流する。その時の話は結構濃密な会話だった。業界の将来やら、事務所設立の段取りやら、3時間ほど話してたら夜が明けていた。そんな大切なホームだった場所、六本木ウェーブは現在六本木ヒルズになっておりますね。ウェーブのブックショップで購入したアレン・ギンズバーグやジャック・ケルアック、ウィリアム・バローズの本は今も大切に傍らにあります。さあ、最後にポエトリーの時間。皆さんに届けたいなと感じた詩人たちの言葉をご紹介いたします。車に乗って人々から別れ去っていく時のあの気持ち、人々の姿が平原の上に次第に小さくなり、やがて点となって消えていく時のあの気持ち、あれは一体何なのだろう。夕暮れに僕は歩いた。僕は自分が悲しい赤土の表面の一点のシミのような気がした。大事なのは僕たちがあいつとは何かを知っていること、時を知っていること、すべてが本当に素晴らしいことを知っていることなんだ。ジャック・ケルアック、路上。いかがでしたか？小比類巻薫のラジオ、 YouTube ミュージックのポッドキャストでアップいたしますので、皆さんからのリクエスト、コメントお待ちしております。チャンネル登録、プレミア公開の新着通知オンもお忘れなく。次回は六本木ソニースタジオのお話をさせていただく予定です。それでは次回。
See ya! コッヒーでした。